2026年春、韓国ソウル郊外の小さな病院で、一人の医師が泣き崩れた。白衣を着た中年の男性が、ベッドの上に横たわる置いた女性の手を握りしめ、声を押し殺して泣いていた。周囲の看護師たちは、その光景に言葉を失った。この医師の名は、キム・ジュノ。ソウル市内でも指折りの腎臓専門医だ。しかし今、その優秀な医師は、どんな医療技術も持ち出すことができずにいた。目の前にいる患者が、自分の母親だったからではない。もう手の施しようがないほど、病状が進んでいたからだ。30年前、一人の女性がある決断をした。貧しかった。本当に、何も持っていなかった。それでも彼女には、どうしても諦めたくないものがあった。息子の未来だ。医者にしてやりたい。ただそれだけのために、彼女は自分の体を差し出した。その事実を、息子はつい最近まで知らなかった。30年もの間、母は一度も話さなかった。誇らしげに語ることも、恨み事を口にすることも、一切なかった。ただ静かに微笑んで、あなたが元気でいてくれるだけでいい。と繰り返した。だが今、その沈黙が、一枚の古びた書類によって破られた。母が支払った犠牲の重さを知った瞬間、医師としての自信は粉々に砕け散った。最先端の知識も、長年の経験も、何一つ役に立たなかった。これは、30年越しに明かされた、ある母と息子の物語だ。では、この二人は一体どんな人生を歩んできたのか。次は、主人公となる母と息子それぞれの素顔に迫っていく。1996年、ソウル郊外に広がるバラック街。そこに、チェ・ミョンスクという一人の女性が暮らしていた。夫を早くに亡くし、息子一人を育てるために、彼女は昼も夜も働き続けた。工場の夜勤、市場の雑用、近所の洗濯物の請負い、手のひらは荒れ果て、背中は常に痛みを抱えていた。それでも彼女は、弱音を吐かなかった。息子の名は、チェ・ジュノ。幼い頃から成績が飛び抜けて優秀だった。教科書は図書館で借り、ノートは裏まで使い切った。貧しさを言い訳にせず、ただ黙々と勉強した。そんな息子を見るたびに、母の目には静かな光が宿った。やがてジュノは、医学部への合格通知を手にした。しかしその喜びは、すぐに現実の壁にぶつかった。入学金も、授業料も、生活費も、何一つ揃っていなかった。銀行の融資は断られ、頼れる親戚もいなかった。母は夜通し考え続けた。そして彼女は、一つの決断を下した。自分の腎臓を売ること。それは法の外にある取引だった。リスクも、痛みも、十分わかっていた。それでも彼女は、迷わなかった。息子の未来のためなら、自分の体など惜しくない。そう信じていた。手術の翌朝、ミョンスクは息子に何も告げなかった。ただ、奨学金が下りた、と微笑んでみせた。その笑顔の裏に隠された傷を、息子はまだ知らない。30年後、二人の人生はどのように交わるのか。次は、医師として歩んだ息子と、静かに老いていった母、それぞれの歳月に迫っていく。30年という時間は、人をどこへ連れて行くのだろう。ミョンスクの息子、ジュノは医師になった。それも、地域で一人も落ちこぼれを出さないと誓う。真剣な医師に、小さな診察室で、彼は毎日患者と向き合った。貧しい人たちの話に耳を傾け、処方箋よりも先に言葉を届けた。その姿は、どこかあの母親の背中に似ていた。IMG、地方の小さなクリニック、白衣を着た中年の男性医師が老いた患者と静かに話している夕暮れの診察室。しかし、ジュノには長年気になっていることがあった。母の体だ。電話口でいつも、元気よ、と笑うのに、声に張りがない。会いに行くたび、顔色がどこか土系色に見える。食欲がないと言いながら、心配させまいと笑い飛ばす。医師として、その兆候が何を意味するか、ジュノには分かっていた。しかし確かめるのが怖かった。親の衰えを、数値で突きつけられることへの恐怖。それは医師である前に、息子としての本能だった。転機が訪れたのは、ある冬の朝のことだ。母から届いた一通の手紙。便箋は古びていて、文字は震えていた。そしてその封筒の中に、30年前の病院の領収書が1枚。
静かに折りたたまれていた。ジュノは、その紙を手にしたまま、しばらく動けなかった。記載されていたのは手術費用と、摘出された臓器の名称、腎臓。右側、頭の中で何かが崩れていく音がした。あの年、突然振り込まれた、奨学金の正体が、今この瞬間、形を持って目の前に現れた。次のパートでは、ジュノが全てを知ったその日、母の元へ向かう列車の中で何を思ったのか、そして2人が30年ぶりに向き合う、あの沈黙の夜へと迫っていく。列車は、夜の闇の中をひた走っていた。ジュノは窓の外を見つめながら、あの1枚の紙のことを思い続けた。腎臓。右側、その4文字が、頭の中で何度も何度も繰り返された。30年前、母が振り込んだお金の正体、あれは奨学金などではなかった。母は自分の体を切り売りして、息子に未来を与えたのだ。なぜ黙っていたのか、なぜ一言も言わなかったのか、怒りとも悲しみとも言えない感情が、胸の奥でゆっくりと渦を巻いた。同時に、ある記憶が浮かび上がってきた。医大1年目の夏、母が電話コールでこう言ったのだ。お母さんはもう十分幸せだよ。お前が元気でいてくれるだけでいい。あの言葉の重さが、今になってようやくわかった。母はすでに、すべてを受け入れていたのだ。列車が田舎の小さな駅に滑り込んだ時、ジュノの足は震えていた。改札を抜けると、薄暗い街灯の下に、小さな背中が見えた。母だった。迎えに来ていた。ジュノは声を出せなかった。ただ、足を速めた。そして母の背後からそっと両肩を抱いた。母は振り返らなかった。それでも、小さくうなずいた。二人はしばらく、そのまま立っていた。言葉は何もなかった。夜風が二人の間を静かに通り抜けた。30年という時間が、その沈黙の中に全て詰まっていた。やがて母が、か細い声でこう言った。お腹、空いてるだろう。ご飯、作ってあるから。それだけだった。でもジュノには、その一言で十分だった。母の家の灯りは、あの頃と変わらず、柔らかく窓から漏れていた。その光の中に、二人が長い年月をかけてたどり着いた、ささやかな幸せがあった。母の家のご飯は、相変わらず温かかった。テーブルには、ジュノが子供の頃から好きだったものが並んでいた。質素だが、丁寧に作られた料理。母の手のぬくもりが、そのまま皿の上に乗っているようだった。二人は向かい合って、静かに箸を動かした。特別な言葉は、何もいらなかった。ただそこにある、その時間が、全てだった。ジュノが石になってから、しばらくの間、二人には穏やかな日々が続いた。月に一度、ジュノは母の元を訪ねた。古びた家は少しずつ手が入れられ、雨漏りのしていた屋根も、きちんと直された。母は相変わらず、裏の小さな畑で野菜を育てていた。土に触れることが、母の一番の楽しみだった。土はね、嘘をつかないから、母はそう言って、静かに笑った。ジュノはその横顔を、いつも少し離れたところから眺めていた。苦労をかけた分だけ、幸せにしたかった。それが息子としての、唯一の願いだった。しかし、幸せな時間というものは、予告なく終わりを告げることがある。ある秋の朝、母から電話があった。最近、体がひどく疲れるんだよ。ジュノは最初、年齢のせいだと思った。でも、医師としての直感が、静かに警告を鳴らした。急いで検査を手配した。結果を見た瞬間、ジュノの指先が止まった。数値が、語っていた。30年という時間の中で、母の体は静かに限界へと近づいていた。医師としてどれだけ知識を持っていても、目の前の現実は変わらなかった。ジュノは白衣のポケットの中で、拳をゆっくりと握りしめた。これから先も、母の支えでありたかった。医師になるということは、人の命を救うことだと思っていた。でも、ジュノが気づいていなかったことがある。自分がここに立っていられるのは、誰かの命が削られた上に成り立っていたという事実だ。検査結果を手に、ジュノはしばらく動けなかった。廊下の片隅で、白衣の袖を握りしめた。涙が出るわけでもなかった。ただ、胸の奥に重い石が落ちたような感覚があった。あの頃、何度か医学の道を諦めかけた時期があった。授業料の工面が追いつかず、夜中にアルバイトを掛け持ちしても足りない日が続いた。
このままやめてしまおうと何度思ったかわからない。そんな時、母は必ず同じ言葉を言った。続けなさい。あなたには必ずできる。それだけだった。理由も、根拠も、何もなかった。ただ、その一言だけが、ジュノをつなぎ止めた。今になってわかる。母が言葉に力を込められたのは、すでに覚悟を決めていたからだ。自分の体を差し出してでも、息子の未来を守ると決めた人間の言葉だった。だからあんなに、静かで、揺るぎなかったのだ。ジュノは母の病室の前に立った。扉越しに、穏やかな寝息が聞こえた。30年間、母は一度も弱音を吐かなかった。一度も、後悔の言葉を口にしなかった。それがどれほどの強さだったか、息子はようやく理解し始めていた。自分が誰かの支えになりたいと思ったのは、ずっと誰かに支えられていたからだ。母が与えてくれたものの重さを。今、ジュノはその両肩で受け止めていた。これから何かが変わろうとしていた。病室の扉に、ジュノはそっと手を当てた。冷たい金属の感触が、現実を引き戻した。30年間、母はずっとここにいた。息子のために、声も立てずに生きてきた。ジュノは白衣のポケットに手を入れた。今日、初めて気づいたことがある。自分がこの白衣を着るようになった理由。それは成功したかったからでも、認められたかったからでもなかった。誰かの痛みを和らげたかったからだ。その気持ちがどこから来たのか、今ならわかる。母の背中をずっと見ていたからだ。幼い頃、母はどんなに疲れていても、弱い顔を見せなかった。深夜に台所で泣いていた夜も、翌朝には笑っていた。ジュノはそれを、強さ、だと思っていた。しかし今は違う言葉が浮かぶ。それは、愛、だった。言葉にならない。形にならない。ただ静かに注がれ続けた愛。医師になって10年が経った。多くの患者を見てきた。多くの命と向き合ってきた。しかし、自分を作った命に、向き合えていなかった。ジュノは静かに目を閉じた。変わらなければならない。医師として、ではない。息子として、母が自分に与えてくれた全てを、今度は自分が返す番だ。遅すぎることはない。とジュノは信じたかった。いや、信じなければならなかった。扉の向こうから、穏やかな寝息がまだ聞こえていた。その音が、ジュノの胸に深く染みた。この人を、守りたい。ただそれだけが、今の自分の全てだった。しかし運命は、ジュノが思うほど優しくはなかった。翌朝、一枚の検査結果が、全てを変えようとしていた。翌朝の光は、やけに白かった。ジュノは一晩中、ほとんど眠れなかった。母の病室の椅子に腰を下ろしたまま、手の中の検査結果を何度も見返した。腎機能低下、ステージ4。その6文字が、ジュノの目の前に歯のように立ちはだかった。医師として、その意味は分かっていた。残された時間が、長くないことも。しかし今この瞬間、ジュノはただの息子だった。万能であるはずの知識が、何の力にもならなかった。母が目を開けたのは、朝の7時を過ぎた頃だった。点滴の管につながれた小さな手が、ゆっくりとジュノの手を握った。よく眠れた。その声は穏やかだった。まるで何も知らないように。いや、すべてを知った上で、あえてそう言っているように。お母さん、ジュノの声が、かすれた。なぜ、教えてくれなかったんだ。母は少し笑った。シワの深い目元が、柔らかく細くなった。言ったら、あなたが医者になるのをやめると思ったから。ジュノは唇を噛んだ。涙がこぼれそうになるのを、必死に答えた。後悔していないの？静寂が広がった。母はジュノの手をぎゅっと握り、そしてゆっくりと首を横に振った。一度も、その2文字が、ジュノの胸の奥まで届いた。30年間、母が守り続けた秘密、その重さを、今になって初めて、本当の意味でジュノは理解した。自分が医者になれたのは、母の体の一部と引き換えだった。では、今の自分にできることは何か。答えは一つだった。諦めないこと。どんな状況でも、最後の一手を探し続けること。それが、この30年間に母が教えてくれた、最も大切なことだった。それから、ジュノの生活は変わった。以前と同じ診察室、同じ白衣、同じ患者たちの顔。けれど、何もかもが違って見えた。聴診器を当てるたびに、
母の体のことが頭をよぎった。処方箋を書くたびに、母が病院の廊下で過ごした夜のことを思った。ジュノは、母を自分の病院に迎えた、正式な患者として、主治医は、息子であるジュノ自身が担当した。毎週の検査、細かな数値の管理、食事の指導、投薬の調整、医者としてできることを、すべてやった。残った一つの腎臓を、これ以上痛めないために、母は最初、戸惑っていた。こんなに大げさにしなくていい。と、何度も言った。しかしジュノは、首を縦に振らなかった。お母さん、これが僕の仕事です。受け取ってください。その言葉に、母はそれ以上何も言わなかった。病状は、決して楽観できるものではなかった。30年という歳月が、残された腎臓にも確実に影響を及ぼしていた。完全に元通りにすることは、誰にもできない。それでも、進行を遅らせることはできる。母が少しでも長く、穏やかに生きられるように、それだけを考えて、ジュノは毎日向き合い続けた。ある夕暮れ、診察を終えた後、二人で病院の庭に出た。桜が、静かに散っていた。母が、ぽつりと言った。あなたが医者になってくれて、よかった。ジュノは答えなかった。ただ、母の手をそっと握った。小さくて、骨張っていて、それでも温かい手だった。この手が、自分の全ての始まりだった。30年間、ジュノが歩いてきた道の、本当の意味が、今ここにあった。この手のぬくもりが、全ての始まりだった。一つの腎臓と引き換えに、息子の未来を買った母がいた。その事実を知ったとき、ジュノは医者として何もできなかった。時間は、戻らない。しかし、彼は毎日そこにいた。診察室ではなく、母の隣に、医師としてではなく、息子として、私たちは時に、誰かの犠牲の上に立っていることに気づかないまま、生きている。気づいた時には、もう遅いと感じるかもしれない。それでも、遅くはない。今日、あなたの隣にいる人の手を、一度だけ握ってみてほしい。言葉はいらない。ただ、そこにいるだけでいい。愛とは、語るものではなく、居続けるものだから、桜は、また来年も咲く。でも、その人と見られる春は、今年だけかもしれない。